今日は久々の購入品紹介なんですけど、はい、AW 初じゃない？そうだね。なんだかんだ全然やってなかったね。やってなかったね。最後やったの夏とかだった。夏かあれ。ねねえ、そんな夏か感じだったよ。ね。しかもね、今日場所変えてね、で紅葉見にね、つそういでに購入品紹介をうん取りに来たんですけど、早速始めちゃいますね。そうだね。なら真ん中の僕からいきたいと思います。お願いします。もう早速着ちゃってるんですけど、僕が着てるこのダブルジップのデューダーっていうロンドンのブランドのダブルジップパーカーなんだけど、これ去年ぐらいから俺すげえ狙ってて、このあんまり見たことなくない？見たことない。ダブルジップで、これ後ろがめちゃくちゃかっこよくて、ももうちょっとメッシュ素材になってるんだよね。そうだでかつ俺結構このフードかぶった感じがめっちゃ形よくて、このあダブルジップで、あとなんかハイネックだと結構モード感が出るから、こういう小さいさフードのアイテム好きじゃない？ハイネック。あー、今年めっちゃフード系めっちゃ買っちゃってる好きだよね。俺もかも。あ、そうなんだ。フード系超買ってるかも。なんかさ、一気にみんなやっぱさ、これもそうだけど、なんか確かにね。まとまるよね、うん好きなやつ。なんか一人がフード買い始めたらみんな買い始めるみたいな。で、その次に買ったのがまた着ちゃってるんですけど、これこの間の1週間コーデでも紹介した JLAL。僕ジェラールだと思っててずっと。いやもう俺ら周りみんな JR って言ってたけど、モーガンがこの間ね、デザイナーさんとね、デザイナーのジャン・ルークとたまたま飲む機会があって、謎だよねそれ。先輩に連れてってもらったらそこにいて、飯塚さんと一緒に。でそれでたまたま話してて、飯塚さんに紹介してもらって、でそれで正式な発音を聞いたの。これは何なんだ。みんながいろんな名前で呼ぶけど、ブランドは正式名称何なんだったら JLAL、 もうただ英語を読めばいい。いや全然知らなかったから正解やっと見つけたから、ね、いや本当だよね。本人が言ってたのこれが正解。そうだよね。ネットで調べても全然出てこない。出てこないよね。みんなどうやって呼んでんだろうみたいな。もうなんとなくで呼んじゃってたよね。これは本当モヘアになってて、ちょっと柄が入ってるっていうかベーブっぽい感じで、これね3色ぐらいあって、ちなみにこれパリで見てきたんですよね。ショールームで見たね。前回の映画で。俺はもうあえてこのちょっとベージュっぽいカラーリングがちょっとブラック系のアウター多いからさ、ちょっと差し色でベージュとかあったらめっちゃブラウンのやつもあったよね。ブブラウン黒みたいなやつね。それは俺が持ってる。いや一緒に買いに行ったもんね。今日ね持ってくるか迷ったんだけど忘れちゃったんだよね。あ、そうだったんだ。これでさ、今日上さ同じ確かにね、やばいよね。パンツ今かぶっちゃってるからね。で、同じブランドなんですけど、このモヘアニット帽も同じブランドで買って、これがね、俺柄のニット帽ちょうどいいやつ探してたんだけど、これが一番かっこいいな。いや俺もねこれ買うかむっちゃ迷ったんだけど、いやそうだよね。コータが欲しい、買いたいって言ってたから。これもモヘア？これもモヘア。同じ素材っぽい。これもねめちゃくちゃ形がそんなに深くなくて、深くないよね。ちょっとリバーシブルなのかなこれ。逆でもなんかいけそうな。いけそうな。タグ出ちゃうけど。タグ出ちゃうけど。ちゃえばね。まあ確かにね、なんか切ってくださいぐらいのテンション簡単だよね。次に紹介するのが、これも前回パリで見てきたネームセークのトラックジャケットですね。これちょっとナイロンとベロアがミックスされてる、なんかブラックアウターの中でもちょっと異素材ミックス。でこのパイピングがねすげえいい味で、確かに俺これめっちゃ好き。このパイピングちょっとバスケカラーじゃない？ああそうだね。もともとデザイナーさんがねバスケカルチャーだよね。すごい好きだから結構これもお気に入りで、サレンパーティーの着てたよね。着てたね。確かに。これもめちゃくちゃ気に入ってます。でこれも今履いちゃってるんですけど、オッド958っていうキコのコラボアイテムで、オットってさ、キコのセカンドライン的な感じじゃないの？なんかね、ロサンゼルスのマウラみたいな、なんかアーティストさんがいて、この人のコラボライン。そうなんですよ。スパイクっぽくない？モレリアっていうかさ、そっち系のテンションだからさ、このタンがめっちゃ好き。ね、タンの部分がめちゃくちゃ可愛い。刺繍になってるよね。あ、そうだね。で中もインソールグリーンでね。今日ちょうどモーガンローズに話したんですけど、大巻真司さんの六本木の国立新美術館でインスタレーションみたいなやつやってたから、それしかも無料で見れて、もう何気なく友達におすすめされて見に行ったんだけど、めちゃくちゃかっこよくて、俺もちょうど行きたいと思ってた。マジだ、言ってたよね。
真空の揺らぎっていうテーマらしいんだけど、なんかこのね揺らぎっていうかなんか波っぽいんだけど、で音楽も波の音でなんかすごいもう30分ぐらいぼーっとできて、なんか見て2016年と 17AW のルイ・ヴィトンのコレクションでも使われてる。そう見たこれ。いやめちゃくちゃ空間素敵だったから2人ともマジ行った方がいい。いや俺結構好きかも。いいね。これ何その美術館で買ったの？そうなんかもう衝撃っていうかなんかもう圧倒されちゃったから、コータ好これちょっきなのともう買おうと思って。いいねこっていう感じですかね。はい購入品は。れ。はいということで僕の購入品なんですけど、はい。もう早速着てるやつからいっちゃっていい？1個目はこのアワーレガシーの今季のモヘアのジップアップフーディー。これめっちゃ可愛いよ。でこの間サレンパーティーね、ああそうじゃん。サレンパーティーサレンパーティーにそのサレンパーティー来てる人と全く同じスタイリングでいたよね。いたよねでもすごくない確かにあの子。だってさ一回もさ出してないでしょ。確かに動画であそうだね、着てるの出してなかったけどすごくない着てて、これ着てるんじゃないかなと思ってそんな分かるの。強すぎですよ。大正解だ。ああそうだったんだ。でこれはなんかフルジップで、フルジップっていうかもうここまでいけちゃうんだ。確かにね。なんか知り合いとか会いたくない時とか。会いたくない時とかちょっとなんていうの、グレーブラウンみたいな、ちょっと不思議なニュアンスの色で、まあモヘアになってて、めっちゃ可愛い。買ってよかった。お次のアイテムが、はい。この今履いてるデニムですね。ああこれね。これはこの間メンズノンノの企画の時に、撮影で履かしてもらったやつなんですけど、これがもう撮影で履いた時めっちゃいいなみたいな、そのショッピングした時にさ、やっぱこれめっちゃいいなってなって、その時に買ったデニムですね。ウエスト32かな、ちょっと大きめに履いてる、3232みたいな、ちょっとベルトでキュッと絞ってあげて、まあなんかこれはもう動画で結構紹介しちゃってるから、まあさらっとなんだけど、まあめっちゃ履いてる、愛用してる。超綺麗だよね。アクネのやつよりももうちょっとダメージっていうか、まあ、フェイクダメージデニムみたいな確かにね。感じでちょっとフェイクで入ってるデニムですね。次に紹介するアイテムはウェールズ・ボナーとアディダスのサンバですね。これめちゃくちゃ可愛いよね。これもコータからポンとリンクが送られて言わなくていいからそれ別に。基本コータが俺のスタイリストみたいな。いやなんかよく調べてたら、あモーガン似合いそうだなみたいな、あコータがったらすぐさ結送っちゃうんだよ構ディグってるからさ、うんこれいいんじゃないみたいなの送ってくれて、まあ、僕サンバ OMC とのコラボのやつも入れると3足そうだよね。持ってて、これが4足目のサンバになるんですけど、だって一足目さ俺とローズのプレゼントしてくれたやつで、ねその次に OMC でブラック買って、そういっぱい持ちすぎて、でこれも入ってきたんですけど、でこれはウェールズ・ボナーとサンバのコラボって結構毎シーズンやってるやつだよね。コータもブラウンのやつ、あそうだね、白ステッチの一番最初のやつね、うん持ってて、で今回はこれにちょっと腹子というか、まあ、ちょっと毛足の長い素材がドッキングされてる、まあ、白とバーガンディのレザーミックスみたいな感じで、めちゃくちゃすごい渋くて渋いかっこいいなと思って。モーガンって感じ。確かにモーガンがもう好きな要素全部詰まってる。モヘアとサンバはもう、ねモーガンそうなんだよね。俺この毛足の長い素材とサンバ、モーガンがスニーカーになったらこれになっいちゃう。やこれだよね。モーガンもスニーカー具現化そうした具現化したらこれだよね。そうこれはドーバーで買いに行って、その時はねまだね4種類とも全部あったんだけど、もう今ないらしいね。いやなかったね。そう人気で。でもね俺の1個前のお客さん4足買ってる人そうなんだ。すごいね、なんか大人気っぽい。買えてよかった。た。で最後のアイテムになるんですけど、最後のアイテムはこれですね。おお。このアイテムは僕初めて買ったんですけど、はいニットっていうのかな。ニット。合ってんのそれ。あねねマジで合ってる。から始まるニットなんですけど、まあ N ニットって書いてンニットって読むやつで、展示会でつけたアイテムなんですけど、そうなんだ。これちょっとチャコールグレーみたいなやつに、まあ、ネイビーのパターンでハートになってて、このアームを閉じると、でこのなんかシルエットといいデザイン可愛いなって言って、てか俺も持ってくればよかった。ニット普通に忘れた。持ってるよね。今期のやつ買ったのに。そうでこれすごいね、これちょっとわかるかな、ハートになってるの、ここが
それがちょっとねキュートだなって、俺はなんか一番大きいサイズにしたんだけど、この色味いいよね。あと肉厚だね。肉厚肉厚、しっかりしてるわ。そうそうそう。だからなんかオールグレーとか、まあ、こういうデニムとかちょっと色味統一してきても可愛いな感じでニット。意外とねリーズナブルな価格帯だから。いやそうそうなんだ。いくらぐらいですか。3万。うんそうぐらいだとこれ多分3万ぐらいだとここでなんか結構リーズナブルな価格帯だからぜひチェックしてください。はい。ってな感じで僕の購入品は以上かな。さあ、ありがとうございます最後ローズいきます。はい。今ちょうど履いてるアイテムから紹介します。最初はこいつわ。これか。アシックス噂のノバリス、キコとのコラボの石ががっつり中に入ってるマジ気づかなかった。がっつり石が逆にすごくない？それ気づかないのえぐいね。デザインぐらい入ってる。デザインぐらい。次キコで出そうだよね。確かに。そうこれはコータから実はもらったスニーカーで、もらった経緯を説明すると、僕の使ってるチャリがあるんですけど、ずっと仮パクしてて、そんなことあったっけ？ずっとあってリース代でもらいました。超かっこよくない？これめっちゃいいよね。本当はコータが自分用で買おうと思ってたらしいんだけど、ちょっとローズに申し訳ねえからお世話になったしお世話になったしっつって。これさ3色あったんだけど、俺的にシルバーブラックよりこっちの方が俺かっこいいなと思った。一番渋い色、このブラウンベースとちょっとパープルシルバーみたいなレザーの部分が光沢のあるレザーで、ちょっと柄入ってねる感じ。パイソンっぽいなんかうんみたいな。でソールが結構柔らかくて、身長も盛れる？折れる。これどうなんだろうね。今結構高くなってそうじゃない？確かにね。もうないんじゃない？もうないか。さすがに。コータにもらってからすげえ入ってる。2日に1回ぐらい入ってるかも。欲しいスニーカーあったらチャリ貸して1年間重ねてね、結構リスキーで、もう1個ちょっとスニーカーがあって、この袋に入ってるからちょっと分かる人は分かる人にうわはもう分かるね。俺は分かる人にはこの袋も可愛いんだよね。分かる。可愛いね。めっちゃ可愛いよね。同じ袋？同じ袋、色も一緒。そうなんだ。もうバレちゃった。ネタバレしちゃったわ。同じ袋に。はい、僕もサンバ買いました。ウェールズボナー。本当だ、お揃いだね。そうで、僕のタイプはファードがついてなくて、ちょっとなんだろう、ラバーっていうか、何なんだろうこれね。ナイロンっぽい。ここはさ、いつものサンバのこれと一緒じゃない？そう、てかスウェーここドとがツルツルナイロンじゃない？これ多分。ナイロンっぽいで、一番このスニーカーで気に入ってるのはここのブルブルーのこの差し色、超洒落てない？かわいいね。でこれ多分一番多分人気のなかったやつなんだけど、この色のスニーカー持ってなかったし。そんなことない。いや本当？全部人気。全部人気かもだけどファーがついてるやつが一番早くて、新しかったもんね。そうそうそう、確かに。なんか個人的にオールブラックとかに足元だけこのバーガンディみたいなのしたいなと思って、確かにね。俺なんかさ、ドーバーで買った時にこれ自分の買った時に店員さんがこっち履いてて、あ、そうなんだ。これめちゃくちゃかっこいいなって思ったの。2色買いしよっかなって思ったんだけど、ちょっとでもそれは他の人に迷惑よかった確かにローズ迷惑だ。そうサイズも一緒だからさ。そう俺なんかね、日本で買おうと思ったんだけど、どこのサイトもなんか全部ソールドアウトになってて、ドーバーにあったの？あ、いや、ブロークアームでブロークアーム取り寄せてもらって買いに行きました。ギリギリだったかもしれない。もう何色かもう売り切れてて、これがはなかった。ブロークアームなかったでしょ。ギリギリ買えてよかった。B2 買いました。これニューエラのニューヨークヤンキースの B2 で、なんかね、折り返さないタイプだね。そう、確かに。これ韓国で今これめっちゃ流行ってるらしくて、この形女の子が超かぶってて、俺も似合うかなと思ってたんだけど、似合わなかった。なんかね、俺頭の形がちょっと悪くて似合ってるよ。似合ってるよ。似合ってるよ。似合ってる似合ってる。似合ってます？もうなんだ似合いすぎてるみたいな。これもなんかちょっとストレートな格好にももちろん合うけど、なんかちょっとクラシックとかで外しのアイテムで使いたいな。いいじゃん。いいよいいよ。こういうなんかリブ、いつもさ、リブのついてる B2 はかぶってるけど、こういうの持ってなかったし、いいじ
かもネイビーなのがちょっと渋いよね。チャリ帰ってきたしね。これであー確かにね寒くないんで。あ確かに。あとローズ最近さ韓国ファッション好きだよ。あー確かに。なんか韓国サグクラブとかね。いや韓国のファッションが激アツで、最後にちょっと紹介したいやつが紹介したい人がいる。紹介したい人がいるじゃん。みんなに紹介したい人が韓国人だと思わない。で最後にちょっと紹介したいのが、これ韓国ブランドでサンサンギアっていうブランドのパンツなんだけど、かっこいい。サンサンギア。そう結構ねギアっぽいアイテムをいっぱい出してるところで、ここのブランドさっきも言ったんですけど韓国のブランドでなんか主にこういうちょっと変形系のパンツとかアイテムを出してるブランドなんだけど、特にパンツがかっこいい。いっぱい種類ある。あとね比較的値段もリーズナブルで、いくらぐらいこれ？これね結構高い方で3万くらい、安いやつは2万ぐらいで買える。ただ取り扱いがそんなに多くないから、何色っていうの？ちょっとパープルとグレーみたいなのが混ざった色でかっこよくないこれ？かっこいい。この膝元にちょっとポケットみたいな、これなんか入れるもう入れちゃうよ。予定はないけど、まあ、デザインとして入ってて可愛いなと思って、でサイズは僕は2買って2がすごいちょうどいい。あローズサイズ2なの。2です。でレングスも結構長めだからちょっと溜めて履ける。このブランドはどうやって見つけたの？これねインスタでたまたまなんか美容師さんのなんか私服みたいなの乗っけてる人がいて、そこでサンサンギア履いてる人がいて、何これかっこいいね。超かっこいいじゃんって。インスタからやっぱ新情報をゲットしてる。そうやっぱね韓国ブランド今熱いっすマジで。参考にします。参考にしてください。買いますね。本当なんか値段リーズナブルでかつかっこいいみたいな。いやいい。これかっこいいね。かっこいい。結構面白かったね。確かにね。購入した経緯とかもちょっと知れるとね面白いよね。確かにね。やっぱこの秋冬が一番多くなるよね。そうだね。洋服とか季節の変わり目はやっぱガッと買い物したくなるよね。しかもねまだまだこれから寒くなってくるから、ヘビーアウターとかもねまた紹介したいね。今回紹介してないのが実はめちゃくちゃあるんだけど、いやそうだね。それはなんかこの後に出る3スタイルとか、そうだねまあ冬の1週間コーデでちょっと出していけたらなと思うので。出しすぎるとね。そう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 ネタバレしすぎると持ってんだけど。こっちも大変なんですけどね。出し惜しみしてます。はい、ということで、まあ11月の購入品でした。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゅねー。